今回は、フォートナイトの公式クリエマップで見つかった新たな資料をもとに、ポピーに関する実験の真実について解説と考察を行っていきます。物語が最終章に近づくにつれ、これまで隠されていた非人道的な実験の正体が少しずつ明らかになってきました。その背後には、想像を超えるほど残酷な事実が潜んでいます。この動画が少しでも参考になったと感じた方は、高評価だけでもぜひお願いします。新資料、ポピーの種。今回のフォートナイト公式コラボマップには、考察勢の大好物である資料や音声テープが多数存在します。その中でも特に注目すべきは、ポピーの実験に関するある1枚の資料、ポピーの種に関する記録です。まずは、その内容を日本語に翻訳します。入荷記録、ポピーの種。差出人、エディ・リッターマン。宛先、レース・ピエール。転送先、ハーレー・ソーヤー。件名、最新の搬入について。詳細、ポピー種子分離体 N12 系統6000パケット。有機肥料100個。合成アミノ液18ドラム。重要、常にコールドチェーン、低温管理を維持すること。これらの素材は、培養媒体用として厳選された供給業者から調達しており、特に問題はありません。レース、ハーレーへ、プロジェクト。初期段階としては、この数量で十分だと考えています。これで、に使用する花を持続的に育成できるだけの資材が揃いました。他に必要なものがあれば、遠慮なくお知らせください。エディ。この文面からわかるのは、エディがレースとソーヤー博士に対して、ポピーの種の入荷を報告しているという点です。内容は明らかに観賞用の花ではなく、研究・実験目的での調達を示しています。つまり、これは巨大化計画や生命実験に直接関わる実験用ポピーなのです。さらに注目すべきは、その仕入れ量の異常さです。ポピーの種は6000袋にも及び、試薬小袋 1g 相当と仮定すると約 6kg、11リットル。これはバケツ1杯分に相当します。加えて、記載されている合成アミノ液18ドラムは、1ドラム約200リットルであるため、合計でおよそ3800リットル。これは小学校のプールの約5分の1に匹敵する量です。この桁外れの規模から見ても、単なる培養実験ではなく、ポピーの花を利用した大規模なプロジェクトが進行していたことは明らかです。では、なぜ、これほどのポピーの種と合成アミノ液が必要だったのか。ここに、プレイタイム社が行っていた人体実験の核心が隠されているのかもしれません。ポピーの花。この大量のポピーを育てようとする描写、どこかで見覚えがあるはずです。そう、チャプター4のラストで登場したポピーの花です。今回のクリエマップでは、なぜかチャプター2で登場したエディとワレンバッジの取引記録がそのまま資料として存在しており、ラボとの関係性を示唆しています。つまり、ラボ周辺に咲くポピーの花は、エディ、レース、そしてソーヤー博士の3人が関与していたことが明らかになったのです。先ほどの入荷記録と照らし合わせると、このエリアはまさに巨大化実験に使用されるポピーを人工的に培養するためのエリアであると考えられます。さらに注目すべきは、文中で強調されているコールドチェーン、低温管理です。これは主に物流で使われる用語で、種や液体を冷蔵、冷凍状態で輸送、保管するシステムを指します。チャプター4で冷却システムに警告が出ていたのは、まさにこのポピー種子や合成アミノ液を保管する冷却装置が原因である可能性が高いのです。職員不在のまま工場が放置されていたとしても、この自動冷却システムが稼働し続けていたと考えれば、冷却警告が出ていた理由も説明がつきます。あるいは、ソーヤー博士が主人公や同意を倒すために冷却を大量に使用したことも影響しているかもしれません。ただし、同意との戦闘時に使用した冷却ボンベは、ワレンバッジが赤いガスの高温防止のために用意した液体窒素であり、ポピー培養用の冷却システムとは別のものと考えられます。つまり、チャプター4の冷却システムはポピーの種や合成液の保管、培養のために設計されていたと考えるのが自然です。ラットの実験。次に、資料に記されていた合成液について、これはチャプター2で登場したラットの実験記録と深く関係しています。エリオットのオフィスで見つかったメモには、書き手である X がラットの実験で使用したポピージェルに可能性を見出していました。このラット実験ナンバー814は、巨大化計画の実験体ナンバーと連動しており、非人道的な実験の初期段階だったことが伺えます。そして今回の資料から、このラットの実験の背後にソーヤー博士、エディ、レースの3人が関与していたことが判明しました。このラットの実験は、まるでエリオット自身が行っていたかのように装われていましたが、
実際にはソーヤー博士、レース、そしてエディの3人によるものだったと考えられます。詳細については過去の動画で解説していますので、興味のある方はぜひご覧ください。また、資料の中に記された実験初期という表現と、ラボが工場建設の後期に完成したという時系列を照らし合わせると、エリオットが存命中にこの実験が行われていた可能性は低く、明確な矛盾が生じていることがわかります。したがって、時系列で見るとこのようになります。ラボの中、ポピーの培養エリアでは、先ほど触れた冷却装置と連動した培養システムが稼働していることが示唆されていました。そのため、職員が誰もいない状態でもポピーが育ち続けていたと考えられます。ラボ内にはプロトタイプの存在が確認されていますが、彼がポピーの花を培養する理由や動機は現時点では明らかになっていません。実験に関わったソーヤー博士や、もし生存していればレースやエディの可能性も考えられますが、彼らはすでに実験体にならなければ生きられない環境に置かれていたはずです。したがって、やはりこのエリアは自動的に培養が継続される無人システムによって維持されていたと見るのが自然です。その証拠として、ラボ内部の扉を1枚隔てた小部屋には、枯れたポピーの花が静かに置かれています。これは明らかに人の手が入っていない状態で長期間放置されていたことを示す描写です。もし誰かが意図的に置いたものであれば、なぜその場所に、しかも枯れた状態のまま放置したのか、その理由が見当たりません。こうして少しずつ明かされていく伏線の数々は、チャプター5の物語が本格的に動き出していることを示しているのかもしれません。次回の動画では、このクリエマップからさらに発見された新たな資料を解説、考察していきます。重要な手がかりが次々と見つかるこのマップは、まさに隠された真実の宝庫のようです。最後までご視聴ありがとうございました。